何か日常で起きたこととかを曲にするっていう発想、適切な足場掛けさえ大人がしてあげれば、子供でも全然作る喜びみたいなものを感じることができるなっていうのはもう本当当時から思っていたことで、小さい時にどういうものを聴かせるかみたいなこととかってその子の人生を大きく左右する部分があると思いますし、スポーツとか以上に両親が音楽好きであるかみたいな音楽経験があるかどうかって遺伝するんですよね、かなり。こんにちは。なんか写真のスタジオだなっていう感じですね。なんかよく仕事でもこういうスタジオには来ることがあるんですけれど、音楽家の江崎綾武です。はい。そうですね。音楽好きな両親のもとに生まれて、小さい頃から普通に町のピアノ教室でピアノを学んでたんですけど、途中で作曲楽しいなっていう風になってきて、あとジャズと衝撃的な出会いを果たし、ビル・エヴァンスっていうジャズピアニストみたいになりたいなっていう思いを強く抱きながら、あれよあれよと大人になっていきまして、で今は、WONK というバンドで演奏していたり、あとはいろんな他のアーティストさんに楽曲を提供したりプロデュースしたり演奏参加したり、あとは映画音楽だったりドラマの音楽だったりを手掛けています。はい、そうですね。どうお子さんを育てていくかというか教育に取り組むかっていうのは本当にお子さんの個性も全然バラバラですから、いろんなパターンがあるかなと思うんですけど、あくまでも自分が育ってきた環境のことだけを踏まえて言うとすると、とにかくいろんな選択肢が自分の周りに、あるといいなというふうには思っていて、それは音楽に向き合う時もやっぱり僕もご多分に漏れずと言いますか、途中先生怖いとかレッスンで怒られるのが嫌だって言ってレッスン行きたくない、ピアノ嫌だってなる瞬間はあったんですけど、音楽が嫌だっていうふうにはならなかったんですね。でそれはやっぱり音楽を聴く環境がたくさんあったりとか、あるいはその練習に向き合うっていうだけじゃなくて、音楽を作る楽しみだってあるんだよとか、編曲する楽しみもあるんだよとか、そういういろんな向き合い方、いろんな選択肢が周りにあったので、なんで本当に常に周りにいろんな道が開けてるっていう、環境を大人が作ってあげるっていうのはなんかすごく大事なことなのかなと思います。えなちさんの中で、この先生、素晴らしかったな、みたいな方々っていらっしゃるんですか？お世話になった先生、どの先生も本当に素晴らしい先生で、先日福岡で僕の WONK ってバンドのツアーで演奏したんですけど、その時も幼稚園の頃に教わっていた先生が足を運んで来てくださっていて、で順をたどっていろいろとお話ししていくと本当にいろんな先生方にお世話になったなと思うんですけど、本当幼稚園の時の先生は僕が楽しく音楽と向き合っている姿を見て、小学校に上がるタイミングで本格的に音楽を勉強するか、それとも習い事の一環としてやっていくのかっていう、進路選択をするタイミングが僕の通ってた音楽教室ではあったんですけど、専門的にやってみたらっていうふうに、そういう機会をくださったのは幼稚園の時の先生ですし、でそこから先小学校の中学年までついていた先生はきっと僕がクラシックのいわゆるしっかりクラシック音楽に向き合って練習を頑張るっていう適性が多分あまりないということに早々に気づいてくださった先生で、レッスン時間をちょっと早めて
勝手にレッスン時間を延ばしてくれて、前半はポップスやってみようかって言ってラテンを弾かせてくれたりジャズ弾かせてくれたりとか、そういうクラシック以外の音楽の面白さも教えてくれた先生で、結果的に僕一番最初のピアノの発表会ではジャズブルースを弾くっていう、あまり聞かない子供として、キャリアをスタートして、で中学年から高校生までついていた先生は、複数いらっしゃるんですけど、やっぱりそういうふうに自分が、ある種正当な音楽教育みたいなところから少し道を外れようとしていた時に、いやいやちゃんと向き合って学ぶことも大事だぞっていうことを教えてくれた先生でもありますし、やがて中高にかけて自分はこういう音楽がやりたいっていうものが見つかってくると、それを後押ししてくれる先生でもありましたし、大きくなってもう本当ついた先生方、ピアノの先生以外にもオーケストラの先生だったり作曲の先生だったりとか、いろいろいらっしゃるんですけれども、皆さんに共通して言えるのは、人と音楽をやるってことはすごく楽しいんだよってことをいろんな形で教えてくださったなっていうふうには思ってます。なんでどの先生にもいろんなことを教わったなっていう、感覚がありますね。あれなんですね。でもいっぱいなんですね、本当にね。そうなんです。本当にずっと師匠がいたっていうような、多分演奏家の方々とかは、何人かの本当小さい頃で小中高大学みたいな感じで師匠っていうのが多分いらっしゃると思うんですけど、僕ももちろん師匠的な捉え方をできるといえばできるんですけど、それよりかは多分本当にいろんな先生方のエッセンスというかご指導をの中で自分がグッとくるものを集めてきたみたいなところがあるかなと思ってて。作曲はもう7歳から始めてるから、それがちょっと教えてもらえるんですか？もちろんそうですね。小学校1、2年生ぐらいの時からスタートだったんですけど、当然最初はかなり大人の補助がないと曲なんて作れるはずもなくて、ただ何か日常で起きたこととかを曲にするっていう発想、そのきっかけ自体をいただけたというのが多分すごく重要なことだったんだなと思ってて、やっぱり毎年そうやって曲を作る機会があると、何か楽しいことがあったり辛いことがあったりした時にそれを音楽にしようっていうことが絵を描いたりとかするのと同じぐらい身近なこととして捉えられるようになるので、その走り出しはすごく貴重だったなと思います。それが他の生徒さんもやっぱ作曲とかやってたんですか？それとも割と江崎さんは作曲やってみようかってなったんですか？その幼稚園から小学校に上がるタイミングで本格的に音楽を学ぶっていう風な選択をした、僕の音楽教室でのその選択をした人たちは作曲がもうカリキュラムの中に含まれていたので、同じ同期のメンバーはみんな作曲はやってるっていうような状況でした。なるほど。でも弟あれですよね、そのクラシックを再現するってこと自体よりかは作曲とかの方が好きそうなお子さんでは多分あったんですよね。そうですね。本当に怠惰な人間なので毎日鍛錬みたいなことが本当にできないんですよ。本当に三日坊主すぎることもたくさんあって、なんでずっと練習をし続けるっていうのは本当に嫌で仕方なくて、でも曲を練習してる時に自分だったらこうしたいとか、自分だったらこういう曲を書くとか、そういうことはたくさんアイデアはあって、なんで勝手にクラシックの曲とかも改編したりとかしてて、そうするとやっぱり先生的にも何か技を身につけさせるというよりもこの発想の部分を伸ばした方がいいっていうふうに判断いただけたのかもしれないですね。
あんまり昔、楽曲を教えるなんて世界観はあんまりなかったから、でも今はそういうのが割と増えてるんですかね。そうですね。まあそう多くはないと思いますし、学校教育の中でこう作曲を教えるみたいなことってまだあまり行われてないと思うんですよ。やっぱりこう特別な技術が必要で、平たく言ってしまえば、天才の所業みたいな風に思われてしまう部分があるかなと思うんですけど、でも実際は全然そんなことはなくて、適切な足場掛けさえ大人がしてあげれば、子供でも全然作る喜びみたいなものを感じることができるなっていうのはもう本当当時から思っていたことで。その教育に興味があるって江崎さんがおっしゃってるのは、多分その自分の中での喜びとか、はい成功体験みたいなものが、世の中にあんまり多くはないってことを多分ご存知だからだとはい、思うので、やればいいのにってやっぱ思いますか？思いますね。本当にそれは強く思っていることで、やっぱりこう音楽を仕事にしてますっていう話をすると、なんか才能があったんですねとか、なんかこう、そういう家庭環境だったんでしょうとか、こうそういうふうにこう言っていただくことが多いんですけど、自分自身全然そんなことはなくて、で本当に教室の中でもある種こう劣等生だった部分もありますし、なんかそういう環境がうんぬんというで生まれ持ったものがどうかっていうことよりも、本当に作ってみようよみたいな、そういうきっかけみたいなものが提供されるだけで本当はいいはずだみたいなことを思っていて、本当いろんな方とこうやって仕事でお会いするたびにそういうふうにこう才能があったんでしょみたいなことを言われるんだけど、実際は本当その方々も才能がなかったとかあったとかいう話じゃなくて、なんかよくよく話を聞いてみると、みんなの前で、歌の試験の時に歌わされて、それがすごく音痴で笑われて、もう自分には音楽の才能がないと思ったって、二度と人前でやりたくないと思ったとか、リコーダーのテストでなんかうまく吹けなくてとか、あとやっぱレッスンで先生が怖くてみたいな、なんかどちらかというとその音楽の技術の部分というか型を習得する部分にばかりこうフォーカスがいっていて、でその型を学べない人たちはみんな劣等生なんだっていう構造になってることが問題だなと思ってて、本当は音楽は表現の教育であるはずだから、例えば怒ってる時にリコーダーのテストを受けた時、割れんばかりの音で吹きまくるみたいな人がいても、なんか僕はそれは評価されるべきだなって思うんですよね。でなんかそういう教育のあり方って実現できないんだろうかってことをだんだんこう大人になるにつれて感じるようになってきたっていう。結局、継続できなければ、うんそこで終わっちゃううんことを継続させられたと。でも実は江崎さんは割と古来性じゃない側面もあって、うんそれはちゃんと継続できたっていうことが、やっぱ奇跡だなと思っていうんて、で面白さをみんな大人たちが提供し続けたんだってこともあうんるし、それをちゃんと受容したんだってこともあって、うんその工夫が本当に音楽教育にされてるかって考えると、うんなかなかちょっと大きな溝を感じますもんね。そうですね。やっぱりこう型を習得させてそれを評価するっていう方が、集団を教育する場合においては評価しやすいですし、なんか教師側の負担も軽くなるのは想像に難くないんですけど、でも今、いろんなことが効率化されていて、公教育の現場でも、いろんな電子機器なりタブレットなりが導入されていく中で、その、音楽の教育を型を習得させる教育から、表現を主体とした、主軸とした教育に置き換えていくっていうことはさほど難しいことじゃないなというか、現実離れしている話ではないなというふうに思っていて、実際
昨年も長野の公立の学校の授業の見学に行ったりとかいう機会をいただいたんですけど、そう作ったり演奏したりするという教育を軸にしようみたいな向きはなんかあるみたいなんですけどね。もっともっとなんか多分公教育の部分でできることはたくさんあるんだろうなっていう気がしてますね。一方で、世の中生きてたら、必要なのはTikTok やるってなるの音楽、じゃあ取り付けようかって面白そうにみんなやるわけだから、あの、そこにちょっと距離がありすぎるんですよね。そうですね。本当にまさにおっしゃる通りで、ああやって街にいる子たちがみんなインカメを自分の方に向けて、そこでどういう音楽にどういう振り付けをつけで踊ろうかみたいなことを考えてるのって、もうそれ立派な身体芸術なんだよなって思いながら見ていて、で、もし僕が音楽の先生だったらすっごいリズムが難しい曲で TikTok の動画を撮ってくるみたいな課題を出したいなとか思いますし、あるいは無音でその TikTok のダンスをしている人たちの動画を無音で見せて、これに逆に曲だけつけてみてみたいなことを課題として出したいなと思ったりするんですよね。なんで本当にいつまでもクラシックの本当モーツァルトとかベートーベンとかバッハとかは本当に偉大な人たちだし、その歴史を踏まえることはすごく大事なことなんですけど、なんか一方で学校に通っている子どもたちにとってそれが身近な音楽かって言われるとそんなことはなくて、彼らが能動的に捉えているものをベースにちゃんと受け継がれてきたものがちゃんとあるんだよとか、実はそういう音楽ってこういう他の分野とも関わりがあって生まれてきたものなんだよみたいなことを教えてあげる方がよっぽど楽しい時間になりそうだなっていう気はするんですよね。それについて、先生もそれを説明するの難しいから避けちゃうとこもあると思うんですけど、表現にみんなあんま立ち入ってないですよね。そうなんです。それはやっぱり最終的に評価しなきゃいけないっていう部分で、非常に難しいから、音楽はすごく抽象度も高いですし、っていう結果なかなか置き換わらないみたいな部分もあるかなと思うんですけど、これはちょっとそもそも論みたいな話になっちゃうんであれですけど、その評価が必要なのかということも結構思うところではあるんですよね。試験受験とかの受験科目に必要なものは明確に点数が出ますし、なんかそれはそれでやっていかないと入試みたいなものが成立しないとかはあると思うんですけど、美術とか家庭科とか音楽とかなんか評価された気がしたことがないというか何の基準の評価なんだろうみたいなことは結構当時学生の頃から思っていたので、あと僕も音楽が一番成績悪かったので学校の成績の中では。そうなんだ。はい。それは意外ですよね。効果を覚えましょうみたいなテストが入学早々行われたんですけど、そんなの3年間定期的に歌ってたらいつか覚えるでしょと思って、それを音楽の試験として課してることが意味がわからないなと思ってみたいなことをやってたら、先生とうまく合わずだから評価なんてそんなものだってちょっと思ってしまう部分もあって、そうなった時にじゃあ池崎さんにお子さんが生まれてじゃあ音楽伸ばそうと思ったら、やっぱいかに伸び伸びといかに継続するかみたいな、そう2点ぐらいになるんですかね。どうですか？そうですね。継続するかどうかもなんか僕は割と、継続しないパターンだって全然周りには見聞きするので、何よりやっぱりいかに音楽を嫌いにならないか苦手意識を持たないかっていうことを、そういう持たないような環境を作っていく
ことに集中したいなとは思いますね。まあでも本当自分自身何か継続的にずっと6年間見た生徒がいるとか、あとあるいは自分が子育てをしているとかでは全くないので、まだまだその全然実践した経験のない人間の言うことなので何も説得力はないんですけど、とにかく自分のことだけを振り返ってみればこう辛い時に何か別の角度から音楽を捉えることができる。でやっぱり音楽好きだなって思えるっていう、その環境が常にあったことが、ありがたいなと思ってたので、でも本当に耳はあらゆる人間の器官の中でも最初に発達をする器官ですし、当然お腹にいる時って、何も見えないですから最初に発達するのは耳なんですよね。であと人間聴覚から得られる情報の方が視覚で得られる情報よりも、早く処理されるという話を脳科学の領域の方とお話ししている時に、そういうお話をされてて、ってなるとなんか多分その人間にとって聴覚ってかなり重要な役割を担っている、思っている以上になんか我々やっぱり最近その写真メディア動画メディアをこう吸収することが多いので視覚が全てだって思いがちなんですけど、実はそれ以上に聴覚ってすごく大事な能力というか器官で、っていうことを踏まえると本当小さい時にどういうものを聞かせるかみたいなこととかって、その後のその子の人生を大きく左右する部分があると思いますし、なんか双子研究の話でもスポーツとか以上に両親が音楽好きであるかみたいな音楽経験があるかどうかって遺伝するんですよね、かなり。っていう部分でもなんか科学的にもそういう聴覚の部分を大人がどうやって育ててあげるかってかなり親の影響が大きいんだってことは示されてるんじゃないかなとも思うんですけど、自分も全然興味のないこととかってあったりするんで、その育っていく過程でなんか全然自分は音楽別に関係ない人生だったなっていう方が出てくるのは当然だとは思うんですけど、なんかやっぱり、特にその公教育に限って言えば、公教育は何かの可能性を潰す場所であってはならないなっていう気がしているので、できるだけ音楽って楽しいんだよっていうことがちゃんと伝わる教育を実現する場所になったらいいなっていうふうに思います。